大変なのよ。で型ができて鋳造屋さん行って、こういうのだと磨き屋さん行って、それからメッキ屋さん行って、もう何個もなんていうの工程かかってできてくる。76です。もうおじいちゃん大変なのよ。そしたら出てきたからもう満タンになりましたよっていう。
この仕事の魅力を教えてください。やっぱりちゃんとした製品ができた時じゃないの。自分の思い通りの製品ができた時、そうとこれもトロフィーなんだよね、これでこういうもんができるわけ。バリがこう出てる、これを取る、そうするとここがこうきれいに。これで一つ出来上がる。これでこのボッキが出来上がる。で型ができて駐在屋さん行って俺んとこへ来てこのパーティングネオを切ってもしくはこれミョウみたいに細かくハンダ付けしたりなんかしてこういうのだと磨き屋さん行ってそれからメッキ屋さん行ってもう何個もなんていうの工程かかってできてくる。
じゃあこれでいいのかな。はい。でもこれ模様を合わせるこの表面。します。じゃあ模様をもう一回合わせます。これがね曲がってるところでこれ混ぜたからいいよね。ね。紙をかけます。薄い紙をかけて、薄い紙をかけて、かぶせます。はい。じゃあかぶせて、これで OK です。
ちょっとだけつける。それに見せられて、じゃあ一回見に行こうかな、作ろうと思って全然それまだないですね。ちょっとイントレスティング。なんかぶら下げてる。銀ボロという豆。すっごくいいで、大東洋町とか、あの辺の古代から構造の木もいっぱいあるから、これに作っちゃう。みたいな。ブラックペール。土も肥えてくるね、豆植えると。この肌とこの肌違うね。ブツブツブツ。虎模様みたいな。これは山口県から持ってきた種類で、また種類違う。その後ろまた違う。はい、行くよ。はい。はい。来年のために切りやすくなる。こういうふうに中高くして、来年、1年でこれね。これ持ってくる。寒さにやられないようにちょっとこれこの間掘ってこれ全部ずっとあったからありがとう忘れないようになかなかいいですね、作ってるトロロ青い、ハイビスクス科とかあの辺のだから寒さに弱い子冷凍の準備ができてないから
るかどうか。でその前はこれにフォルマリンにつけてね。でそれ今は私は押して。すごい貴重な、後付きがない。このトラ青いなかったら紙作れない、ね、注文聞いてじゃあ山探しに行こうかみたいな江戸時代ねだったらこれを栽培し始めてね、紙に集中できる生産上がる。いいな。これをちょっと何本か取り出して、そんなに多くないね。すごく危ない。これは綺麗ね。だったら明日使うね。こういうへぐるというふうに割といい。この部分も繊維がいっぱいあるから米入れる紙の袋とかこれでそういう強い袋を作る。一番ピュアの紙はこういうふうにやって裏も表同じほぼね緑全部のっけてるね。こういうは表具とか修復とかに使う原料になる。でここにチリみたいなのあるから、これをよく切れる。これでできる。これは太いね。軽くこう。直ししてる。取って前やってたけどね。
すごい白いでしょ。赤楚という種類で、高知で一番細かい繊維の種類。向こうの釜まで持っていく。OK。次は木灰と貝とカルストの石灰岩全部一緒。アルカリ性になる。若い時に小石灰を使い始めて、普段はみんなソーダ灰、それはまあ一般的。あとは活性ソーダ、危ないやつ。強い薬使うほど早いけど繊維が傷む。これで煮る。質的にそういう薬を使ってる。ソーダ灰は本当全国的、一般的。今すごいいいところの小石灰買ってる袋で。で、これ入れる紙とか、なんかいろいろちょっと今買ってなんか作業が始まる。それの前にだったらやっぱり消えてしまったらもったいないから後で原料剥いでから今度原料に煮るに一個使おうかな。
釜、五右衛門風呂の滝口と同じ火と熱い煙が下からあまり当たってない。一回釜の周り回ってる。もたれないとか。ここもちょっと開けて。ひどすぎ。あ、ちょっと煙突だね。危ないぐらいかな。煙突まだちょっと敷いてるから。体に悪い。シンプルな。グツグツしてるね。重し。匂いが、わかりましたかな。柔らかくなったらもっとなんか甘い。うん、そう、なんか甘い匂いがする。甘い。和紙を見て興味がすごいあって、紙通しの光、それが綺麗かったじゃないかな、今。まあ、障子だったらすごいでしょ。障子の部屋のその雰囲気、それに見せられて、じゃあ一回見に行こうかな、作ろうと思って全然それまでないですね。半年の間に回ってきて、途中で高知寄って、であそこ一番いいなって感じて、でもうずっと44年高知だから。空気感がすごいなんか特別の。やっぱり40年前の四万十川と今残ってる。まあ、和紙を勉強するだったらもうここね。和紙は役割はまあ癒し系とか、森のメッセージ、自然のエキス自分の部屋にまで持ってくる。精神的に役に立つ。まあ世界中今ちょっとあんまりよろしくないね。平和気持ちになるお手伝いができるかもしれない。和紙ね。だからこれからは和紙の本当の役割が来てるんじゃないかな、私ちょっと思いますね。期待というか、hopeful ね。はい。ということ。8度太陽が当たって白くなるね。曇ってるでも白くなる。これあまり白くなってない、まだね。これを脱会しますね。これ一日中この冷たい水の中につけるのが大変。チリね、硬くなってる繊維とか。見る前の状態も掃除
すごい捨てるから、冷たいと繊維もギュッとこう固まる、あちこち流れていってないの一つね。あと水がぬくいと繊維がもう傷み始める。そしたらこうやってちょっとひっくり返してみて、ひっくり返してみて、この作業は本当に急いだらいかん。急いで残ったら紙の中にある。厳しい。かなり厳しいですね。で、こう、捨てばいいし。はい、じゃあこれで一応切る。これカシの木、すごい硬い。ちょっと待ってよ、これ上杉さんからもらって、これ本当昔使ってたやつ、代々100年とか古い。そうなんですか。もうすごい綺麗ね、景色もいいし、なんか助けてもらってる。すごく美しいね。地域によって結構違うね。道具もちょっと違う。美濃とか吉野とか両手でこうやって。でこれをちょっとじゃあチェックね、木の皮からパラプになる瞬間、ね、これでパラプになる。叩いてない状態、柔らかいけどね、こうやっても何も今叩いたやつを今完全に溶けてますね。大事な繊維の質は同じ長さのよ、全部自然に全部そう。桑の木とかそうだったらもうばらつき、すごい短いと長いのあるから、構造は三つ股もそう、こう同じ元と先っちょまで全部長さが一緒だから綺麗な和紙作れる。日本は竹ね。これをちょっと水につけて。一晩水につけて繊維がバーッと水吸うてます。もっときれいに剥がれる。
粒がいっぱい入ってる。それがここに入ったらもう全部穴だらけになるから。ここで、ちょっと間違ってた。これもこう。長さが、この辺のサウナも作ろうかなと思って、ちょっとそれはちょっとまあ中途半端だかな。日本の、例えばスキーはオーストラリアにみんな音も違うね。この曲がる音を聞いたりして足りないか、その後1枚テストして、あ、これちょっとそれで決めてもうきれいになんか全体のね。切り取りして、まだそれでも残ったらここで取れる。ですくときにも上手だったらゴミを捨てながらすくのも技術はあるから。OK。こういう音。
ごい綺麗なね、海の。そうですね。そう白のも綺麗けど、どうだ ?OK。これ大丈夫ね。とても大丈夫。これに。裏に、あとで直して、繊維がこっち向いて、こっち向いて、こっち向いて、あっちこっち。多分、リラックス効果ある。ちょっと、こんなはちょっと難しいけど、これちょっと。あ、もう一個ある。一緒にしちゃう。この回も和紙とのストーリーがもう完璧ある。いいなと。これも一緒に動いて止まっていくと思う。すごい面白い。フォローしてください。本当に素晴らしい。それ今一緒にこのプロジェクトやってる。ね、今ないからね。だからもう城、なんかお寺も平戸行ったらもう全部松原家のファミリーのもの。面白い世界。ちょっと待ってよ。バブルがちょっとありすぎるけど、多分取れる。はい。もう一応できました。ただでんぷんのりね。ちょっとだけつける。剥がらないように。見えますか？
宇和島と、今だったら多分ラバーローラーがある。昔はカムスケ屋さんは椿の木も植えて、私はもういっぱい植えてるけど、これをちょっとこう滑る。これ耳を押さえて測らない。高知は外を出して冷たい風と太陽がガンと当たって、太陽からエネルギーもらってパリッとしてすごくいいね。髪の表情とか、これもうちょっと薄いね。じゃあで今雨なかった、明日外出して、でこれサンプルけど、こういうふうにもうちょっと紙書いて。これだ。これどうしよこれはこれでね。う。ね、これでね。うん。これ山。これこの辺でこれコットン、今治のイカウチタオルのコットンは全部オーガニックで、全部うち入ってる壁紙とか、そういう人、それを使い道として。多分日本の中でコットン使ってる一軒か、うちともう一軒九州であるかもしれないし、オランダの伝統だから、これをちょっと混ぜる。まずベースを作る。
ちょっと熱い。じゃあこれを下地になってほう入れて、できた作品できた。傷つけてすごい表情がいろんな薄いと厚いと白いが出てきてとか、何につけてちょっと先に今日はありがとうございました。ありがとうございます。寒い時は日が一番やね。その人の土屋さんって言ってるよね。すぐ近くになんかテレビに出たところがある。簡単にこう書いていきます。こんな感じかな。しっかり切る系。
いきます。ここまでが荒削り。火事になったらこれ持って逃げる一番大事なもの、宝箱やね。
目だけはね下書きする。いきます。大体こんなもんじゃねえかな。